はいどうも、研ぎ師亮太です。今日は片刃包丁の掛けの直し方をやっていきたいと思います。で、包丁の掛けがどんな感じかっていうと、こんな感じになります。こちらの包丁は相出刃とか船行きって呼ばれる包丁なんですけど、こちらと似たような感じで、こちらの刺身包丁、柳刃ですね。こちらも結構掛けがあるので、今回はこのような包丁の掛けの修正方法をお伝えできたらなと思います。で、柳の方は結構掛けが大きいので、こういう掛けたまにあるかなと思うんですけど、こういうのもお家でしっかり直すことも可能ですので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは早速研いでいきたいと思います。はい。ではまず最初の切れ味を見ていただこうと思います。今の状態がはい、こんな感じでなかなか刃が入らないような状態になっています。柳刃の方もこんな感じですね。掛けのとこで引っかかるんですけど、こちらはまだ切れてるかなって感じです。で、今回は錆びるタイプの鋼系の包丁なので、こんな感じでところどころ錆びてるとこあると思うんですけど、こういうメンテナンスもちょっとやっていきたいなと思います。ではまずは荒砥石使っていくんですけど、今回使うのはこちらのアトマの140番とロックスターの320番、この2つを使っていこうかなと思います。とりあえずこちらのアトマの140番でちょっとこの大きい掛けとかをまず落としていきます。それではまずこちらの船行きをやっていきたいと思います。で、ここら辺結構細かい掛けが多いので、こういうのもしっかり落としていきたいと思います。で、まずは小刃付けっていう作業やるんですけど、何をするかっていうと、包丁の角度を30度ぐらい立てます。その状態でこんな感じで研ぎます。そうするとこの包丁のこの刃先の部分だけ当たりますので、これでまず掛けを落としていくっていう感じですね。で、30度っていうのが大体どのぐらいかっていうと、包丁を垂直にこう立ててあげて、半分にすると45度になります。で、もう半分にすると 22.5 度になるので、そこからちょっと起こした角度ですね。ざっと大体30度から40度ぐらいになればいいかなと思います。で、その角度でこの包丁の下の部分から切っ先の部分に向かって少しずつ移動しながら研いでいきます。で、この時に注意点としては、この掛けがあるとこだけをしっかり研いできてしまうと、ちょっと包丁が変形してしまうので、この刃元から切っ先までまんべんなく全体的に研ぐようにしてあげてください。はい、でこの作業を掛けがなくなるまでやっていきます。で、こんな感じでやっていくんですけど、結構掛けが大きいと、この30度とかで研いでる時に乖離がいっぱい出て掛けが取れてるかどうか分からなくなってくる時がありますので、そういう時は一回裏を押してあげます。で、片刃の包丁っていうのは基本的に表をしっかり研いで裏はほとんど研がなくていいっていう構図になっているんですけど、裏当てるのは、普段は3000番とか仕上げ砥石以上の砥石当ててくださいって言ってるんですけど、このめっちゃ大きい掛けの時だけは中砥石でまず裏を押します。で、今回使うのはこちらの刃の黒幕の1500番ですね。こちらの中砥石を使っていきます。はい、でこの砥石で、包丁の片刃の包丁の場合はピタッと砥石に当てると、勝手に角度がつきますので、その状態で研いでいきます。はい、でそうすると今言ってた乖離、こういうやつですね。こういうのが剥がれてきます。こんな感じで金属のゴミみたいなのがいっぱい出てきてると思うんですけど、これがさっき表しっかり研いだ時に、乖離として出たやつのゴミです。それバリっていうんですけど、こういうのがいっぱい出てきます。でこれを一回裏触って、引っかかりがなくなるまで、乖離っていう引っかかりがなくなるまでやっていきます。
でまだちょっと残ってるんで、もうちょっとやっていきます。はい、それではこれで裏の返りが全部取れましたので、もう一度刃先の状態を見ます。で刃先にもさっきの後まで140番でやった粗いやつが結構残ってるので、それが見にくい場合は一回この1500番で30度ぐらい立てて引いてあげます。はい、でそうするとこの刃先の状態がすごく分かりやすくなるので、これで欠けがあるかどうかのチェックをしていきます。でそうしましたらこれで欠けが全部取り切れてるのが分かるかなと思います。はい、なので欠けの修正はこれで終了です。これでしっかり、ここら辺とかここら辺にあった欠けもしっかりときれいに落とすことができました。でここから今欠けを30度で研いだのでちょっと刃先が分厚くなっています。で、このまま砥石の番手を上げていって、仕上げても、全然切れ味良くなるんですけど、あとはこの包丁に耐久性が欲しいかそれとも切れ味が欲しいかでこの小刃の厚みを調整していくっていう感じになります。でこちらの包丁は魚をさばく用の、船焼きとか入れ歯になりますので、ちょっと耐久性もある方がいいかなと思いますので、こちらはこんぐらいの刃先の状態でもいいのかなと思います。はい、なので、今回こちらはちょっとこの状態の刃先の厚みのまま仕上げていきます。でここから何をするかっていうと、まずこの切り刃っていうとこ、結構錆びてたりするので、まずここをちょっときれいに全体的に当てます。でその後に今さっき研いだこの30度で研いだところですね、ここも番手を上げながら研いでいきたいと思います。ではまずはこちらの1500番で切り刃研いでいきます。で切り刃の研ぎ方はここの面をピタッと当てると当たりますので、この当たった状態で全体的にまんべんなく研いでいくっていう感じですね。でこの切り刃の研ぎで、意識しておいてほしいところっていうのは、包丁っていうのはこの刃元のとこと切っ先のところで少し角度が変わっています。でどう変わってるかというと、こっちのが鈍角でこっちのが鋭角になっていて、切り抜けとかが良くなるようにそういう構造になってるんですけど、その構造を壊さないように上に行くにつれて少しずつ包丁の角度が鋭角になるように気をつけてください。はい、この刃元研ぐときは少し鈍角になるように意識しつつ、でこれをまんべんなく当たるまで繰り返していきます。でこの切り刃研ぐ時も、なるべく1箇所だけずっと研ぐんじゃなくて全体的に均一に研いであげると包丁もきれいに仕上がります。はい、ではこんな感じで切り刃均一に当てることができましたので、次の砥石に行きたいと思います。でこの深い錆とかは、こんな感じで穴が開いてしまっているので、これはちょっとどうしようもないんですけど、これを落としたい時は包丁をもっと削って、ちょっとちっちゃくする要領で包丁を削ってあげると、少しずつなくなっていきます。で今回は、ちょっと簡易的な仕上げでいこうかなと思ってますので、この中砥石当てた後に天然の仕上げ砥石を当てていきます。で切り刃とか研いだら、結構砥石減ってるので一回面直しをしてあげましょう。でこんな感じでこまめに面直ししてあげると、そのメンテナンスの頻度も少なくて済むので、
研いだら毎回してあげるようにしてください。じゃあ次、天然砥石ですね。今回はこの中山の苫江で仕上げていきたいと思います。はい、まずはこの切り刃、さっき1500番当てた面をピタッときれいに研いでいきます。でこのやり方はもうさっきと同じやり方ですね。ちゃんとひねりを意識しながら刃元鈍角になるように、切っ先鋭角になるように研いでいきます。はい、ではこちらも全体的に切れ刃研げましたら、一回面直ししていきます。はい、ではですね、ここから最後仕上げの刃付けになるんですけど、最初荒砥石で研いだこの刃先の部分ですね、これをまた中砥石、仕上げ砥石っていう順で当てていきます。はい、こんな感じで、包丁の角度を30度にして全体的に研いでいきます。で研ぐ目安は返りが出るまでですね。はい、こんな感じで研ぐと、包丁の反対側にこう触ると引っかかりが出てくるので、これが出るまで研いでいきます。でまた裏を軽く押していきます。裏はペタッと当たる角度で大丈夫です。はい、でまた裏の返りが取れたか確認して、取れてなかったらもうちょっと研いであげてください。はい、取れてたら OK です。で続きがこちらですね。最後こちらの天然砥石で仕上げていきます。で天然も同じです。30度ぐらい立てて、こんな感じで研いでいきます。で天然がない場合は全然腎臓の仕上げ砥石6000番とかで大丈夫です。でこれもしっかり返りが出るまで研いでいきます。はい、で返りが出ましたら次裏ですね。裏もピタッと当てて研いでいきます。はい、で返りがなくなったら OK です。で最後が表と裏こんな感じでシュッとしてシュッとして終わりなんですけど、これは30度ぐらい、コバつけた時の30度ぐらいの角度にして、この切っ先を下に砥石の下に当てます。でこの状態で砥石の上を滑らすような感じで研ぎます。で反対はもうペタッとつけて、また砥石の上を滑らすような感じで引いていきます。でこれを3回ずつぐらいやって、最後表裏1回ずつやったら研ぎが完了です。でここまでできましたら、この包丁の表面とかこの背中の部分とかこういう裏とか、ちょっとサビがついてると思うんですけど、こういうのをこういう液体の研磨剤で磨いていきます。今使ってる中で一番いいので、このシェイクモーリー、もし興味ある方はぜひ使ってみてください。これをちょっと出しすぎましたけど、こんな感じでつけます。でティッシュをこんな感じで折りたたんであげて、こんな感じで全体的にまず伸ばしてあげます。であとは、包丁をこんな感じで磨いていくだけですね。で背中も。でこの時に注意したいのは、これ外れたらこっちに指切っちゃう可能性があるので、慣れてない時は、ゆっくりやってあげるのがいいと思います。であと、裏とかやるとき、こういう刃先のとこ磨くときあるんですけど、これ刃先ゴシゴシやっちゃうと切れ味落ちるので、こんな感じで包丁を外に逃がすような感じで磨いてあげると切れ味も落ちにくいです。でこの切り刃の部分も逃がすような感じで
磨いてあげてください。はい、である程度拭け取れましたら、こんな感じでティッシュ黒くなるので、黒くなってない部分でこの研磨剤を拭き取っていきます。でなかなか1回じゃ拭き取れないので、ティッシュの黒くなってない分に繰り返してさらに拭き取っていきます。はい、でこの拭き取る時も結構磨けていってるので、これもしっかりと歯を逃がしながら意識して研いで余分茶は磨いてあげてください。はい、で最後は新しいティッシュでしっかりと拭き取ります。そうすると、こんな感じで表面も綺麗になったのがわかるかなと思います。かなり光沢も出るので、ピカピカ感も出て研いだ感がすごい出てるかなと思います。ちょっと深いサビとかはこれじゃ取りきれないんですけど、メンテナンスぐらいだったらできますので、こんな感じで使ってあげてください。でこれやればやるほど包丁綺麗になっていくので、継続的にやっていくとそのうち鏡面みたいになってきます。なので鏡面したい方もこれをこまめにやってあげると、ちょっと時間かかりますけど、かなり鏡面に近くなってくるので、ぜひ試してみてください。はい、で最後はこちらの、僕がいつも使っている究極のカートですね。こちらでやっていきます。こちらはカートに天然砥石の粉をつけているものです。でこんな感じで、包丁の刃をちょっと立ててあげて、前後に包丁を滑らしてあげます。そうすると包丁の刃先の細かいバリとかが取れて、切れ味がより滑らかに鋭くなるので、この作業をしてあげるとだいぶ違います。ではまた後で紙の筒とかも試し切りしようと思うんですけど、まず新聞紙ですね、どんな感じで切れるようになったか見ていただきたいと思います。はい、いかがでしょうか。こんな感じでもう欠けがないので、全体的にスルッと引っかかりなく切ることができます。まずこちらがこの船液とか出刃とかの欠けの修正方法になりました。で続いてはこちらですね、柳刃。こちらも基本的には全く一緒のやり方です。で違うところとすれば、この刃先の厚みを先の出刃より薄くしたい、切れ味を良くしたいので薄くしたくなります。なので、ちょっとその薄くする方法だけ、ざっとお伝えできたらなと思います。ではまずはですね、荒砥石でこの刃先をこの欠けがなくなるまで研いでいきます。でこいつはここに結構でかい欠けがあるので、これがどんな感じになるか見ていただけるといいかなと思います。なのでさっきの復習がてらこれ見ていただけたらと思います。30度ぐらい立てて全体的に研いでいきます。なかなか手強いですね。はい、ちょっと見にくくなってきたので、一旦1000番で裏をしていきます。1500番か。
はい、で全体的に裏返り取れましたら、また掛けを取り除く作業をやっていきます。はい、こんな感じでちょっとずつ掛けもちっちゃくなってきてるのが分かるかなと思います。こんだけ大きい掛けがあるときは、ちょっとずつこの破線ですね、これを目視で、こんな感じで包丁をこの刃の形を見ながら研いであげるといいと思います。形が変わってきてたら、ちょっと変なとこ、一部分だけ結構研ぎすぎとかがあるので、そういうのを意識して直してあげてください。では結構また返りってきたので、1000番で裏当てていきます。1000番というか1500番ですね。中砥石です。はい、ではまた表研いで掛けを直していきます。でもだいぶ掛けちっちゃくなったかなと思うんですけど、この掛けなかなか落ちない時はもう結構刃を立ててしまいたくなるんですけど、それをぐっと我慢して30度ぐらいでしっかり研いであげてください。立てちゃうとめちゃくちゃ切れ味悪くなったりとか研ぎにくくなってしまうので、30度ぐらいを意識してあげるのが大事になってきます。はい、それではこれでいい感じに掛けの最後の方まで当たったかなと思うので、また1500番で裏研いでいきます。ではこんな感じで
掛けの修正も終わりました。綺麗に掛けも取れてるかなと思います。では続いてはですね、こちら320番使っていきます。でこれで何するかっていうと、今この刃先結構削って、掛けを修正したので、この刃先が分厚くなってます。出刃とかだったら衝撃に強い方がいいので、このくらいでもありかなと思うんですけど、刺身包丁の場合は切れ味がやっぱり欲しいので、ちょっとこの刃先の厚みを薄くしていきます。でその薄くするやり方っていうのが、この切り刃っていうところを研いで、包丁の側面を削ってこの刃先を薄くしていくっていう作業をしていきます。なのでさっきは1500番で切り刃最初研いだんですけど、次はこちらの320番で、しっかりと削ってあげて薄くしていきたいと思います。でやり方は一緒です。切れ刃研ぐ時のポイントも柳も一緒で、ひねりをちゃんと意識して、こっちの方鈍角でこっちの方を徐々に鋭角にしていくっていうのを意識しながら研いであげてください。はい、ではこんな感じで全体的に当てて、この刃先のコバも薄くできたかなと思います。でこの切っ先だけはめっちゃ描きやすいので、ここだけちょっと厚み残してます。でこれで全体的に当てれましたら、またこいつもつな直しですね。でここからはさっきの出刃と全く一緒で、1500天然砥石っていう順に当てていきます。でこの切り刃研ぐ時の、ポイント一つあるんですけど、返りが出ないように研いであげてください。で、見る場所はさっきのコバを薄くするんですけど、これがなくなるまで研ぐと返りが出てきます。でそうなったらもう一回引いた時に包丁が無駄に減っちゃうので、この時に返りは出さない方がおすすめです。では1500も研いでいきます。はい、じゃあ続いては天然砥石で研いでいきます。はい、じゃあこれで天然も当て終わりましたので、続いては刃付けしていきます。じゃあまず1500番ですね。これで1500も終わりで、最後天然砥石当てていきます。じゃあこれで刃付けも終わりましたので、最後磨いていきます。
磨くのはこちらのシェイクモノですね。これをこのぐらいつけていきます。でティッシュを持ってあげて磨いていきます。じゃあ全体的に磨けましたら、最後こちらで刈り取りしていきます。はい、OK です。はい、じゃあまた新聞紙で試し切りしてみます。はい、いかがでしょうか。じゃあ最後、紙の筒を切ってみたいと思います。はい、ということでこちらの紙の筒を切ってみます。じゃあ続いては出刃包丁やってみます。はい、こんな感じです。両方ともいい感じの切れ味にできましたね。ということで今回は大きめの竹の修正方法をお伝えしたんですけど、いかがだったでしょうか。この出刃と柳っていうセットは、釣り好きな方とかもよく使う包丁たちかなと思うので、魚さばく時にやっぱりどうしても賭けとかが起こってしまうことがあるかなと思います。その時に、今回の修正方法を使っていただけましたら、お家でも賭けの修理とかはできますので、ぜひチャレンジしてみてください。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。